こんにちは、ロック204チャンネルです。この動画は Google コラボラトリで Python を始める11グラフの作成案をお送りします。この動画ではグラフの基本的作成方法、折れ線グラフ、散布図について解説を行います。グラフの基本的使用方法について見ていきましょう。この例では折れ線グラフを作成するプロット関数について解説します。グラフを作成するには matplotlib/pyplot を使用します。このモジュールを使用するには名前が長すぎるので ASPLT で短くしています。最初にデータを作成します。AX 系列にNumPyのアレンジ関数を使用し -5 から +5 までの1刻みのデータを作成し格納します。そしてこの配列 X を2乗した結果を Y 系列に格納します。この2つの配列 X、Y を使用して折れ線グラフを作成します。plt.plot の中に X 系列、Y 系列の順で設定し、plt 一緒でグラフを描きます。これが基本的な使用方法となります。こちらは numpy.alan 関数の使用方法を示しています。使用方法は左上の例では、アレインジトップでは、0以上ストップ未満の数字が発生します。この場合間隔は1となります。次に中ほどの例では、スタートとストップを指定してデータを発生する例を示しています。スタートを3、ストップを10とすると3から1刻みに9までの数列を発生します。一番下の例は、ステップを指定して数列を発生させた場合です。ステップを省略すると刻みは1となりますが、ステップに2を設定するとその3の次は5、その次は7のように数列が発生されます。を読み込みますね。インポート。で、まず何倍を読み込んで、これを短い単語で、定義してやります。そして、グラフを作成するモジュールも読み込んでおきます。プロットですね。リブドプロットこれで、PLT というような形でここで読み込みます。で、一応間違ってないか、ここで一回これをクリックしてですね、実行してみると間違いなければこのままエラーなしで読み込めます。で、ここで、何もエラーが出てなかったらこれで OK ですね。そしたら次に、X データを前のスライドのような形で、定義します。X イコールNumPy の機能を使ってレンジですね。レンジでこれで間違いないですね。レンジ括弧の、これで範囲を設定します。-5からプラス5までだったらこういう形で設定すればいいですね。で、X の方にデータが入っているかどうかを確認するには X で、これを実行してみたらいいですね。Shift エンターで実行してみます。そうするとここにあるように-5からプラス5までですね、データが作成されたのがわかりますね。で、ここを
例えばここを11にしてやると、ここでわかるような形で、ここですね、11の手前だから10までの結果がここに表示されているのがわかりますね。これで、そしたら次に、Y 軸についてもやっていきましょうか。Y は、X のデータの事情ということですね。事情する場合は、アスタリスクを2つ書いてやります。そして、2を書いてやれば、事情されたということになります。Y も表示してみましょうか。Y で、こういう実行すると、こういうふうに、異常された値が定義されているのがわかりますね。じゃあこれをグラフにしてやります。PLT でドット、そしてプロット、折れ線グラフを使ってやって、X と Y のデータを表示してやります。ですね。で、ここで、このまま実行しても、このまま実行してもこう表示されましたね。正式的にはここで、PLT ドットshow って書かないとPython のシステムによっては表示されません。正式にはこういうふうな形で、ここで定義したのをここで、最後の行で、表示するという形式が正式なものとなります。コラボレートリーの場合はこういうふうに書かなくても表示されるようなシステムになっています。はい、ではそれをやってみてください。この例では2つの折れ線グラフを表示するコードを示しています。データを作成するには先ほどは numpy.arrange を使用しましたが、ここではリストを作成しデータを設定しています。1つの AX 系列に対して2つの Y 系列をリストで作成しています。この場合データ数が同じでなければエラーとなってきます。プロット関数では最初に AX 軸、Y 軸を設定すると、このままでグラフを描くことができるのですが、オプションとしてマーカーの種類、色の種類、ラインスタイル、ラベルの文字列を設定することができます。ラベルで設定した値は plt.legend 関数で判例として表示することができます。こちらにプロットの種類マーカーの書き方、線の種類の書き方、色の種類の書き方を示しています。これらのオプションを使用しグラフを作成することができます。次は2つの折れ線グラフを表示する演習をやってみましょう。まず最初に、セルを作りますね。そしてここのところに書いていきます。で、同じような形で、マットプロットリブを使いますので、まだこれ使ってない場合はですね、この2つのはコピーしておいた方がいいと思います。で、コピーですね。コントロール C でコピーしておいて、こちらの方に貼り付けておくということですね。そして次に、先ほどの例では、パーセントマットプロットリブっていうのを使って小を使わなくても表示できるようにということで使いましたね。これは、ここで
マットプロットリブで、インラインとやれば章を使わなくてもちょっとここが自動的に入ってしまうんですね。マットプロットリブのインラインですね。インラインで自動的に入ってしまいますね。空白1個上げて、エンターすればこの部分が自動的に入らないので、こうした方がいいかもしれないですね。これで、この単語が良ければ、ここで、1回実行してみて、エラーが出なければそれでいいです。これで、通常のシステムでは、パーセントマットプロットリブインラインで書けば、章がいらないということなんですけども、コラボレートリーの場合は、ここは別に、先ほどの例では書かなくてもよかったですね。通常は正式にはこういうふうにするということです。それで、次に、X データの方を定義してやります。で、X で、リスト形式で定義するということで、例えば、100の2、100の300、400、500、600、X 軸の方はこういうようなデータを定義してやって、Y 軸データをY 軸データの一つ目を Y1 として、ここで同じような形でリストとして、定義していきます。で、10、20、30、50、80、130という形ですね。これで一応 XY の方の定義ができました。で、これを、プロットするとっていうことですけども、PLT のモジュールを使って、折れ線グラフで、プロットカッコ XY Y が Y1 でしたね。こういう形で、やると、これ実行すると、こういう形で、ここが X のデータがこっちですね。Y のデータがこれで、こういう風な形で、グラフが書けるということですね。ここにもう一つ、の Y 軸データを用意して重ね書きしてやるっていうことを今からやっていきます。それでここで、データを10の15の30の45の60の75と書いてやって、ここで、同じような形で、これをコピーしてやりましょうか。これをコピーしてやって、下の方に貼り付けて、ここが、
y2 というふうにします。そうするとここの y2 のデータも表示されるということになるんですね。こういう形で、表示されました。ここでは自動的に色がですね、こういうような形で色違いに、出るように、なりましたね。それで、青が何か赤が何かっていうのを表示するには、判例を表示する機能を使っていきます。ここで、plt.plt.legend ですね。これを実行すると、ラベルが設定されてないので、ここでは、こういうようなメッセージが出てのハンドルっていう風な形ですね。ラベルファウンドっていう風な形で出ていますので、これでは表示できないということですね。ラベルを設定しないといけないということになります。それでその前に、マーカーのここの部分がマーカーなしでこう表示されてますけども、そのマーカーを表示するにはこの後に、マーカーという単語を入れてやって、その後ですね、ここで、O っていう小文字の O っていうのを入れてやると、ここを見るとこういう風な形で丸のマーカーが入ります。で、同じような形で、ここでコピーしてやって、こっちにも入れましょうか。こっちにも入れますね。こうすると、同じ丸のマーカーがここに入りましたね。ここで、こちらの方を、V というふうに設定してやった場合ですね、ここに逆三角のマーカーが入ったことが分かります。そこで、あとラインスタイルもちょっと変えてやりたいときは、ここに、ライン、より小さい破線になってますね。そしてあとはラベルを入れることができますね。ラベルがここですね。ラベルイコールここでこちらの方が例えば Y1 にしましょうか。Y1 にしましょうか。で、こちらの方が
y2 のデータということで、こうしましょうか。そうすると、ここに、y1 のデータがブルーで、オレンジの方が y2 のデータであるということの、ラベル表示ができるようになりました。で、ここではカラー指定をしてないんですけども、カラー指定もこの後にすることができます。ここでカラーですね。カラーイコール、ここで、例えばこちらの方をブルーにしてやって、y2 の方をレッドにしてやるということもできます。R を指定してと、これで逆になったですね。こういうふうな形でいろいろ前のところのパラメータ設定のところで説明したような形でですね、こういう記号を入れてやれば自由に、データの属性を変更することができます。次に散布図について見ていきましょう。散布図はスキャター関数を使って描きます。最初に X に nympy のアレンジ関数を使って-5から+5までの配列を作成します。y は x を2乗したものを入れます。そして plt.scatterx y と設定すれば散布図を描くことができます。こちらに示すのがスキャターで使用できる主要なオプションとなります。散布図の作成時に参考としてください。それでは散布図を書いていきましょう。先ほどと同じような形で、こちらの方を使っていきます。この辺りは共通するので、コピーしていきます。そしてこちらの方に、貼り付けをします。で、インポートナンパイ、マットプロットリブの方ですね、こちらのインポートした状態でデータを作っていきます。データは、先ほどと同じような形で、ナンパイの A レンジを使って、作りますね。-5からプラスの5までのデータをこういう形で作ってやって、y についても先ほどと同じような形で y イコール x の 2乗ですね、という形で、データを作りました。x と y と確認しましょうか。x と y を確認していきます。ここで一回、実行してみます。今がこれが y しか表示されてないですね。ちょっとこっちの方をプリント x にしましょうか。プリント x でこっちもプリント y これでどうでしょうか。これでうまくいきましたね。これでこっちの方が、上の方が、x ですね。で、y が2乗したのがこっちに出てますね。はい。じゃあ、それを、プロットしていきましょう。プロットで、ドットスキャターですね。スキャターがここに出てますので、ここをクリックして、で、XY で、データを設定します。XY ですね。
で、あとは正式にはこの後ですね、プロットショーっていうのを入れてやるということで、正式にはこういう形で書きますね。そうすると、これでグラフがこういう形で表示されました。はい、じゃあここまでまずはやってみましょう。それではパラメータを変えてグラフがどういうふうに変わるか確認してみましょう。先ほどのプログラムですね、それを、こういう形で選んでやって、コピーしましょう。コントロール C でコピーしてください。そして下にセルを作りますかね。コードセルを作って、ここに、コントロール V で貼ります。これ使って、こちらの方ですね、スキャターのところをいろいろいじってみましょう。ここで、例えば、サイズですね。サイズの S イコール、50ぐらいしてみましょうか。これで実行してみましょうか。そうすると、このような形で表示されるんですけども、ここを、150ぐらいしますか。で、ここを、こういうふうに、丸の大きさが変わりましたよね。ここをこう変えることによって、サイズ、マーカーの大きさをこう変えることができるんですね。で、ここの、色も変えることができます。ここを、C をここで、ピンクにしましょうか。ピンクで、こういう形で中側がピンクですね。そして、あとエッジの部分ですね、境界線の部分を強調させていきましょうか。そしたら次にエッジ、から、これがレッドにしましょう。レッドとすると、ここの部分境界線がはっきり しましたね。レッドになりました。こういうような形で、パラメータをいじればですね、こういうグラフが変化していきます。それからあとグリッド線を入れる場合ですね、どうすればいいかということですけども、ここで、PLT、で、グリッドと言います。で、この中を True を入れてください。そうすると、実行するとこういうふうにグリッドが表示されたグラフに、なります。こんな形でですね、ちょっとパラメータを追加して、描いてみてください。この例ではタイトル軸、ラベルの表示を行う方法を示しています。プロットでグラフを書いた後、plt.title の括弧の中にグラフ上部のタイトル表示の文字列を入れます。また X 軸のラベルは plt.label、Y 軸は plt.ilabel の中に文字列で指定します。NumPy ラインスペース関数は等差数列を生成しますが、間隔ではなく要素数を指定します。
第1引数スタートに最初の値、第2引数ストップに最後の値、第3引数に要素数を指定します。またこれらに応じた間隔が自動的に算出されます。下の例では0が最初の値、10が最終値、12が要素数を指定しています。こちらは軸の範囲を変更する方法を示しています。X 軸の表示範囲を設定するには PLT、XLIM を使用し、Y 軸は PLT、YLIM を使用して範囲設定を行います。それでは次の演習いきます。まずはコードセルを作成します。そしてこちらの方に入れていきますけども、一度、演習の方を中断した人はですね、こちらの方、インポートのところですね、これを追加しておいてください。インポートナンパイと、マットプロットですね、コントロール C でコピーしてください。そして貼りましょう。こちらの方に貼ります。コントロール V で貼ります。それで次に X 軸の設定をしていきます。X 軸は X のデータの方ですけども、ナンパイの、ラインスペース使います。ラインスペースを使って、そしてこの中に、等間隔の数値を設定しますので、例えば0から9までっていう形で入れてやって、ナンバーを10個としますね。こういう形で入れてやって、この X を表示してみますね。そうすると、こちらの方ですけども、ちょっと拡大します。アレイが0から始まって、0点、1点とか2点とか出てますね。これ、不動小数点で出てますけども、0から9までの数が出てますね。10個の方、10個の数値が出てるということです。で、ここ見ると、0から9までで、ナンバーが10ということで、10個の数値を出すということですね。等間隔で10。例えば、ここを20にすると、ここ20ですね。20にすると、これ実行してみますね。そうすると、0から9までを等間隔に分けて20個の数字が出るということになります。これが、NP ラインスペースという関数になります。で、今回は、例にあるような形で、設定しますので、マイナス5から5までですね。マイナス5から5。で、ここの後をこう省きますね。こうすると、ナンバーが50個のデータを作成するという省略した場合は50個になります。それを実行してみると、これ全部50個あるんですけども、50個の数がマイナス5からプラス5までの間、等間隔でデータが作成されました。まずこれが X ですね。そして Y。Y については、今回は、X を3乗した値を作成します。で、これ Y を、表示してみると、X に対応した、3乗の値がここで50個作成されました。これ使って、プロットしていきます。
では、このプロットですね、を使います。PLT で、プロット、これ折れ線グラフですね。50個の折れ線グラフで、データは XY。はい。で、これで実行します。そうするとこういう形で、三次曲線ですね。それが作成されました。それではタイトル、ラベルを表示していきます。そしたらまずはこの後に、plt ドットタイトルで書きます。そして、括弧の中に文字列を配置します。ここに例えばタイトルと書くと、これを実行するとこういうふうにここにですねタイトルというのが表示されました。そしたらこちらも X 軸のタイトル、Y 軸のラベルですね、ラベルの方を表示しましょう。そしたらここの下に同じようにですね PLT のここで X ラベルですね、X ラベル、これですね、入れてここに X ラベルしましょうかね。はい。で Y ラベルもコピーしてここに Y で、ここ Y しましょう。で、これ実行しましょう。シフトエンターで実行。そうするとここに、こちらの方ですね、Y ラベルで X ラベルというような形で表示されました。はい。そして次に、軸の設定ですね。軸の範囲の変更をやっていきます。今が X が、文字動設定されて表示されてますね。上限が100、で下限がマイナス100よりちょっと低いですね。で X の方もマイナス4から4っていうような形でこういう範囲に設定されてます。ここを変えていきましょう。それでは元に戻して、ここですね、プロットで X リミット、X リミット、これを使っていきますね。で、ここで下限と上限を入れていきます。ここが下限が例えばマイナス2で、上限がプラスの2というような設定ですね。で、Y 軸についても表示範囲をここですね、Y リミットの方、例えばここはマイナス70にしましょうか。70にして上限の方が100にしましょうか。これは自由に書いていいと思います。そして実行するとこういうような形になりましたね。
だから、ちょっとこれが、表示範囲が拡大したので、もう少し小さくしましょうか。ここマイナスの10で、こっちも10にしましょうか。例通りにやってみましょう。で、これで実行すると、こういう風な形で、マイナス10と10ですね。マイナス10と10っていうような形で範囲設定されて表示されました。はい。じゃあ、ここまでやってください。今回は Python でグラフを作成する基本的手順、折れ線グラフ、散布図について説明しました。次回は棒グラフ、円グラフ、ヒストグラムの作成方法についてお送りする予定です。ご視聴ありがとうございました。